オープンした時からずっと人気だったんですか？それがそうですね、30席3時間でやっぱり4回転とか。そうやって培ってきた修行が一番活かせる、こう1日2日とかこうどっかの料理長が来たらできるっていうもんじゃなくて、今まで修行してきた成果を出せるのがやっぱり洋食かなっていうので、デミグラスだったりとか独立する時におめでとうという意味で、少し分けてもらえる、それをまた自分の店の味に変えてずっと守っていくみたいな、そういうところに一番やっぱり洋食が魅力的かなと思って、修行したっていうのはそのやっぱり顔には出ないんで、その気持ちを込めてやっても、あとはその新長田の値段に合わせた時にやっぱりその年季が入ってないのでなんかこう手作りでやってないんじゃないかなと。実際はやっぱりね、ドレッシングやったりタルタルやったりもう全部一からマヨネーズから作ってやってるのがやっぱりどこまで伝わるかなっていうのはすごい怖かったです。スチームコンベクション温めて仕上げて、このようにスチームを仕上げる。じゃあもう今から準備しといてオープンにちょうど。そうですね。でカラメルここに最後寝かしてオーダーが通ったら出すっていう。ここの肉汁とかも全部こっちに入ってデミがまた美味しくなる。一回ドボンと入れてたんです。そうなんです。なるほど。ライスのトマトソースとか付け合わせに少しかけて、付け合わせとも合うんです。うちのケチャップがこれダイレクトに仕込んで玉ねぎとかトマトとかダイレクトにトマトソースもう中間で、ここが揚げ場焼き場、距離が多分うちはめっちゃ近くて、ここでバンと合わせてすぐ出せるっていうやつ。ここで一緒に乗っけるってことですね。盛り付ける。ホールとはこう隔てがなくて、もうこのカウンター1個でホールなんで、なるほど。誰でもお客様を対応できたりレジできたりで、厨房が手伝いに行ってホールが手伝いに来れるみたいな、もう全員で作って一気に出すみたいな。お客さんの雰囲気も分かるからいいですよね。僕らも見ながら、みんなも接客が一番好きなんで、みんな出たがる。出たがる。綿抜き食品で仕込みながらみたいな。そうですね。常に仕込みながら。そうですね。牛乳とお酒で臭み消しして。こんな感じでいいですか？綺麗です。はい、それではいきます。
肉汁も一緒にデミに入れる。少し台いきます。よっ。はい、お疲れです。ビフカツ2トッピングに魚ワンホタテワン一つの方にトッピングでお願いします。よっ。生姜は。ありがとうございます。
はい牛カツホタテ魚です。一つの方にトッピング。はいお願いします。ビフカツワンポークステーキワンです。はいお願いしました。お願いしました。荷物カがこちら空いておきますね。これ2000円ぐらい出して食べるような料理でもあるのかなと思ってるんですけど。もともとはやっぱり2000円はやっぱり欲しいっていうのがあったんですけど、やっぱり新長田っていうのもあって、とりあえずはやっぱりこう敬遠される値段帯になってしまうんでっていう流れで、やっぱりビフカツもどうしてもやっぱり食べてもらいたいなっていうので、正直だからもうビフカツに関したらこれ儲けはないですかね。ビフカツで140はありますね。はい。いい仕入れができてるとかそういうわけじゃないんですよね。でもそれもありますね。だからその40年やってた実家でやってたずっとつながっている業者肉屋さんだったりとか、それがやっぱりこう僕やっぱ京都に修行に行ったりとか大阪まで行ったりとか僕いろいろ行ってたんですけど、そういうところでたまたまその業者さんとまたおったとか宮本さんここでも働いてるんやとか、そういうのでやっぱ昔からずっと知り合いになって、でその人がやっぱり今度部長さんになったりとかででそういう面ではすごい僕が店やるよっていう時はバックアップするよっていうので結構みんなが力貸してくれて、どうしても新長田でやりたいなっていうので、じゃあできるだけ安く新長田でなんでこの値段で食べれるんやっていうのを出そうかっていうので、みんなが手伝ってくれてやっとできたっていうので、ビフカツに関したらもうちょっと欲しかったなっていうのはありますけど他の洋食は8割ぐらいはやっぱりそのままカットして衣につけてすぐ揚げるんですけど、うちはまずはこう全部こう筋をきれいに取って一回バットに置いて油でコーティングしてきれいに真空した状態で冷蔵庫で寝かせるんです。熟成させて柔らかさが全然違くて、冷蔵庫とはまたちょっと違うんですけど、もうちょっと、独自の温度でやって熟成させて、で次の日にようやくカットが入るっていう、すごいやっぱり柔らかくなる。油が染み込むのと、あともう一つはその油でコーティングされてますから酸化がしないんですよね。それはやっぱりその小麦粉とかだとやっぱりどうしても空気が入ってしまうっていうので、油でコーティングして1日寝かせるっていう。お願いします。ビフカツワンポークステーキワンです。はい。ありがとうございます。はい。
オムと前に魚エビが先になりました。よっ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。もらいます。はい、ポークステーキです。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。それで2枚。戦闘料理いきます。よっ。はい。ポークカツです。はい。あと肉？あ、違う。別のとこです。お願いします。ポークステーキ1、ホタテグリル1です。よっ。はい。すぐ使えるように、ステーキのソースと自家製の生姜だれと照り焼きのソースこれはもう入って肉を焼いたと同時にもうソースは別でバターと一緒に煮込んでいく。豚が上がった瞬間にソースをかけれるように全部スピードで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。お願いします。
きます。山形豚のステーキです。はい。トッピング1番、さっきの定食1です。お願いします。ソムビーフ1です。はい。小さななくなります。はい、お願いします。ステーキちょっとトッピング入りは入ってる。いらっしゃいませ。はい、まずエビです。はい。ちょっと深めに。深めに。センターぐらい。はい、それでしたら次スティークストッピングできます。よー。大好きだって。ありがとうございます。ステーキ1枚目、トッピングエビの方。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。よーくいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ステーキ2個目お待たせです。では5分ぐらいで来られます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、オッケー。ベビーカー合わせてありがとうございます。ありがとうございます。次は。はいよ、じゃあ行きます。お願いします。バーグ1、味噌ネギ抜きです。はい。お客様1名様ですか。次の次ですぐご案内しますね。3名様ですか。すぐ後と思うのでお待ちくださいね。すいません。バーグにエビフライのトッピングです。ありがとうございます。ご飯とお味噌汁またいつでもおかわりできるんで。ありがとうございます。目線でよろしいですか。お預かりいたします。B に横並びで3名様入られます。はい。
だからやっぱ回転率30席なんですけど、やっぱり3時間でやっぱり4回転とか、ちょっと洋食とかだと僕も初めての経験で、そうですね、料理もできるだけ早く出すっていうので下準備をしてるんですけど、お客様来られて食べてドリンク飲んで出るまでの時間がやっぱり三宮とかあの辺に比べてやってた時よりもう倍ぐらいの速度で料理、お席に座って料理提供して食べてアフタードリンクまで行って30分以内ぐらいですかね、基本的に見たら。なんですかね、なんか並んでるか分かるとか、そういうことですかね。並ばしたくないっていう気持ちがあって、できるだけもう当日来られたお客様はもう全部やっぱり食べてもらいたいっていうので、どうやったらそうですね、スピード速く熱々で食べれるかっていう、そこにやっぱり2年目3年目は力を入れていってるところではあります。じゃあやってることも変わりつつそうですね。だからまあこのジャパンに対してやっぱり厨房が4人、ホールが3人だったりとか、もうこう流れ作業で全部が来るようにできるだけ苦労されて。そうですね、接客はやっぱり一番苦労したところというか、っていうのはまあ僕がこの店をやってで今まあ来てくれてる修行してくれてる人らももともとやっぱりホテルの料理長やったりだとかっていうイタリアンのコックさん、フレンチのコックさんが今みんなで集まってやってるんですけど、やっぱその時のやっぱお客さんに些細ななんかそういう心遣いとかそういうのをみんなで、まあ、やっぱり仕事終わりにミーティングしたりとかでどうしたらやっぱり良くなるかっていう、まあね、これやっぱ下町なんで下町やからこんなんでええやろじゃなくてやっぱりちょっと、新長方に貢献できるような、もっとこういい町やなと思ってもらえるような洋食店にしたくてやっぱり接客は一番力入れてるところですかね。すごいだからみんな親切な人がまあ集まってくれて、だからもうお子さんだったらカレーちょっと甘めにしましょうかとか、やっぱりそうやって進んでやってくれてるんですね。卵もちょっと片焼きできますけどとか、そういうふうな優しいですね。優しいなんかちょっと温まるような、まあ、そういう店にしたかったから今すごいありがたいですね。なかなかいないじゃないですか、同世代だと。洋食だとやっぱりいないですね。先輩ばっかり。開けた理由みたいなのが思いというか強い思いがあって。強い思いもあるし、やっぱ一番でかいのはやっぱそうやって修行したところの人たちのやっぱり一人前になった時に教えてくれるやっぱノウハウやったりとか、もともとやっぱり20歳で修行した時とかはやっぱ1年ぐらい皿洗いだけとか教えてもらえないっていうのがやっぱ当たり前だったんで、それがなんかこう、おいお前ちょっと次これフライパン触ってみろとかをやっぱり教えてもらったりとか、まあ、あとはもう1年洗い物してるから洗い物しながらこうやってこうやっぱでも厳しいところだったら何見とんねんとか、やっぱ見てくんなとか、その人もやっぱりそれで食べていってるわけですから、仕事を取られないようにやっぱりその手元を隠すんですよねそうなんですよ。同じ店のスタッフなのに。そうです。だからまあその人が作ったまかないだとちょっと気を緩めてるんで、まかないの時にこう
どうやって入れてるんやとか、まあ、あとはフライパンの音ですよね。ちょっと難しいんですけど、オムライスとかだとこうジャーって焼いてるところから急にこうシャッて変わったってことは、ここで火止めてるんだね。今なんか液体が入ったなとか、だから音が変わったとか、そういうのをやっぱりメモしたりとかで、やっぱ10年やったっていうのと、まあ、あとはもうみんなが助けてくれて、なかなか洋食では勝負できないっていうか、やっぱり老舗、やっぱ何十年、10年、20年、30年やってるとこと、やっぱ勝負していく神戸の洋食の街でっていうのはやっぱりちょっと怖かったですけど、最初がですね、最初やっぱりめちゃくちゃ怖かったですね。まあ、今まで3年やってやっとお客さんもやっぱり美味しいよってずっとこう常連さんがついてきたりとかで、まだやっぱり毎朝ドキドキはしてます。もともと人通りもなかったんで、やっぱ11時、まあ、僕8時ぐらいに来て仕込みしてるんですけど、11時近づいてくるとやっぱりドキ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 して、今日お客さん来んかったらどうしようとか、そんなんはやっぱりいっぱいこうハンバーグを叩いて焼き出して、こう厨房4、5人でこう準備してるんですけど、これ来んかったらどうなるのかなそんなことばかり。やっぱり未だにビビってはいますね。慎重なお考え、怖がりですね。怖がり、そういうのが大事なんだと思うんですね。やっぱり昨日より3人、4人、5人お客さん少なかったら、なんかおかしいんちゃうかと思って、やっぱりこう気になったりとか、ビビりなんで、そういう慎重な面もやっぱりいいんか悪いんかやっぱり向いてるのかもしれないですね。そういう洋食のお仕事としては。元町の骨董品屋で一目惚れして、そうですね。これを置きたくて、トールからは、トールさんとかから結構怒られたんですけど、みんな大きい買い物してみたいな感じで。大きい買い物して一目惚れして、まあ自分の貯めたお小遣いで買うからっていうので、なんとかありました。